こんにちは。滝クラフトへようこそ。このチャンネルの動画はすべて日本語学習者が日本語のリスニングに使える勉強用の動画です。字幕を見たい人は CC ボタンを押してください。単語リストはディスクリプションのリンクからダウンロードできます。僕はこの世界で日本語を話しながら何かを作ったり、旅をしたり、友達と遊んだりしています。今日はこの町の家を少し増やそうと思います。この町、いや、町じゃなくて村です。村。この辺りに新しい家を建てようかな。それでは始めます。左の大きい家は僕の家です。でかい。そして今のところ村人の家は1、2、3、4、5、5つ、5軒あります。今日はあと2、3軒増やそうかな。多分家を建てるための材料が足らないので、この辺りで木を育てます。あ、そういえば、こういう小さい家を数えるときの単位、カウンターは、正しくは軒です。1軒、2軒、3軒。日本語のものを数えるときの単位、カウンターは種類が多くて複雑ですね。全部覚えなくても大丈夫やと思う。とりあえず最初は、ことつだけ覚えれば会話では伝わります。例えば、本を3冊買いましたが正しい日本語やけど、本を3つ買いましたでも意味はわかります。ちょっと変やけど。漢字も種類は多いけど、日本人は子供の頃10年くらいで漢字を覚えるので、みんなも少しずつ勉強したら10年後には覚えれます。まあ、漢字がわからなくても会話では困らないし、日本語の勉強には漢字よりも大切なことがあると思う。今日はこのまま日本語の話をしよう。僕は今、柱を立ててるけど、このチャンネルでは今までたくさん家を建てたし、柱とかの単語もみんな飽きたよね。あの有名なデーモンをスレイのアニメにも出てくるし、全集中、水の呼吸みたいな。ちょっと話が脱線してしまった。話を戻そう。日本語の学習、言語の学習の話。僕は最初に英語の勉強を始めたとき、YouTube で調べました。効率がいい、簡単、言語、学習みたいな感じで。このゴーレムさんは、ここから出れないのか。ごめんなさい。よいしょ。よし、これで OK。どこまで話したかな。そう、どのように言語を学習するのか調べました。すると、大量に動画が出てきます。いろいろと見たけど、みんな違うことを言ってました。例えば、グラマー、日本語で文法が一番大切だとか、単語の順番を正しく覚えるのが重要って人もいるし、プロナウンシエーション、ボキャブ、みんな違うことを言ってて、アニメや映画を見るだけで言語マスターって人もいる。言語を勉強する方法や
カテゴリーはいろいろあるけど、まずはアルファベットですね。ひらがなとカタカナ。それを覚えないと次のフェーズに進めないです。その次に何をするのか。僕のおすすめは間違いなく単語です。僕は英語の勉強を始めた時、最初はすごく苦労したけど、暗記を使って単語を2000個ぐらい覚えてからは、英語の勉強がすごく楽しくなりました。もちろん全部大切やと思うし、もし1日10時間くらい毎日勉強できるなら全部やるけど、それはできないし。僕はグラマーの勉強は今までの人生で多分5時間くらいしか勉強してないと思う。多分ね。毎日1時間くらいは勉強していて、そのうち約 50% が単語、約 50% は YouTube を見ています。新しい言語を話せるようになるために、最も大切なことは続けることなので、もしもグラマーの勉強が楽しいなら、たくさんしても大丈夫。人それぞれ効率のいい勉強方法は違うけど、楽しい勉強をたくさんした方がいいと思います。ボキャブは必要なので単語の学習は外せないけど、単語は暗記を使うと効率よく覚えることができます。そして暗記に例文と例文の音声も保存すると何度も日本語を聞けるのでめっちゃおすすめです。僕の動画のディスクリプションから動画で使った単語の PDF をダウンロードできるので、それを開いて単語と翻訳、例文を暗記にコピー&ペーストして、その例文で AI とか翻訳サイトを使って音声データも暗記に保存するといいデッキを作れるかもしれない。まあもしかしたら暗記ウェブのシェアデッキとかにいいデッキがあるかもしれないから、自分で作るのが面倒なら探してみるのもいいと思う。とにかくボキャブが増えると勉強が楽しくなるからおすすめです。ところで、このゴーレムさんたちずっとこの川の中にいる。なぜ？ここは温泉？お、花を村人さんに渡そうとしてる。愛の告白？あ、振られたみたい。かわいそう。さて、そんな話をしている間に、僕はもう3軒目の家を建ててます。最初の2つは小さい家でした。ここは2階も作る予定です。そういえば、ダウンロード用の単語リストを作って、僕が一番驚いたのは、使った単語の数です。PDF にはいつも300個くらいの単語を載せてます。つまり、300個の単語を覚えると、僕の動画をかなり理解できる。約10分の会話で使う単語の数は意外と少ないですね。簡単や。でも、人の話を理解するためには強い記憶が必要です。例えば日本語の単語を聞いて意味を理解するのに6秒くらいかかるなら、それは弱い記憶です。何度も同じ単語を聞いていると、その単語が強い記憶になります。そうすると、1秒以内にパッとわかるようになるし、単語の変化もなんとなく予想できるようになります。勉強を続けると、
よく使う単語は聞く機会が多いので、勝手に強い記憶になります。心配はいらないです。僕もこれからも勉強を続けようと思います。さて、今日の動画はそろそろ終わりです。もし気が向いたら、質問でも何でも気軽にコメントを書いてくれるとめっちゃ嬉しいです。もちろん日本語でも英語でも大丈夫です。僕の動画を見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。この家結構いいな。ちら。よいしょ。まだいますか？よし、ここからはストーリータイム。今までよりも少し早めの自然な日本語で雑談する時間です。今日は好きなアニメの話。エピソード33で僕は昔のバンド写真を紹介したけど、あれはマクロスフロンティアというアニメです。結構古いけど良かったです。ガンダムみたいなやつ。僕が一番好きなアニメは夏目友人帳です。アニメに出てくる妖怪はもう何百年も前から生きてる妖怪なんで、話す言葉は時々最近の日本語と比べるとちょっと変かもしれません。でも主人公の夏目くんは自然な日本語を話すので、日本語の勉強にも役立つと思います。長く続いてるアニメですが、もし見るなら最初から見るのをおすすめします。あとは何かあるかな。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。タイトルの名前が長いけど、これも良かった。あの花。実際に存在する日本の場所がよく出てくるので、もし気になる場所があれば、実際にそこに行けます。最近のアニメやと、ドクターストーンが僕は面白かったです。科学の話が出てくるので、日本語はちょっとだけ難しい単語が出てくるかもしれません。あとは、早々のフリーレン。このアニメはファイナルファンタジーみたいな勇者が魔王を倒すようなそんな世界やけど、勇者が魔王を倒した後の話。そして今はリコリス・リコイルというアニメを見ています。もっとある気もするけど時間がなくなった。今日のストーリータイムはここまでです。最後まで動画を見てくれてありがとう。じゃ、またね。